ナースグッズで絶対買っておいた方がいいっていうのがです。ロックがないとカチョンって。皆さんこんにちは、看護師のしきです。今日はなんと看護師のための専門店アンファミエさんにお邪魔しております。もう看護師に必要なもの全てが揃ってるお店なんですよ。今日はですね、春ということで新人看護師さんにおすすめのナースグッズを7つご紹介したいと思います。実は前回ですね、アンファミエさんとコラボさせていただいたナースグッズトップ10当てるまで帰れま10とナース服のベスト3を当てる動画、こちらがですねすごく人気でしたので、今回もアンファミエさんのお店にお邪魔して一緒にご紹介できればなと思いました。私の実際使っているおすすめのナースグッズをご紹介したいと思います。今日は前回の動画に引き続き亀山さんとご一緒にお送りいたします。2回目の登場です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もしかしたら看護師も使っていながら知らないっていうこともあるかもしれないですよね。ぜひもう今日の動画でいろいろ勉強していただければと思います。いろいろ聞いちゃいたいと思います。それでは新人看護師さんにおすすめのナースグッズご紹介していきたいと思います。それでは始めますね。一番最初におすすめしたいのがこのナースウォッチです。ナースウォッチは本当に使いますよ。例えば摘果数を見るときに摘果等に合わせてナースウォッチで見たりとか、呼吸数のカウントであったり、あと時間を知りたいときにも使います。ナースウォッチはですね、私はこれだとちょっと短いので、このようにストラップを使って時計をくっつけて、大抵胸ポケットがナースウェアにあるので、そこにこのようにしてくっつけます。そしてですね、摘果数を合わせるときはこのように一緒に並べて拍子を見ながら摘果数を合わせたりします。こうしておくとなくさないので、普段はこのように胸ポケットに入れておきます。もちろんこっちのポケットにつなげてる人も多いですし、皆さんも自分はこの場所がいいっていうのが見つかると思いますよ。で、私はですね、いつも色をピンクで選びがちなんですけど、他にもたくさん色あるんですよね。そうですね、たくさんのお色をご用意してまして、緑系ですとか青系、男性も使える黒系も準備しております。男性看護師さんは黒いのをよく使ってるの見ます。ちょっとかっこいい目でやっぱり使いたいと思いますんで、しっかりとご用意させていただいております。いっぱい色あるんですね。私が気になってるのは光ってるっていうのを見るんですよ。まだ使ったことないんですけど、光る系があるんですか？そうですね、夜勤の時の巡回なんかですと、やはり文字盤が光らないと分かりづらいですので、こちらは蓄光のタイプになりまして、夜勤の暗いところでも文字盤が光ってですね、見やすくなるタイプとなっております。あ、本当だ。これ文字の針のところに蛍光の光りそうなやつがあります。これ夜勤で便利そうですね。これどっちが人気とかあるんですか？そうですね、もちろん蓄光の方も人気なんですけれども、光らないタイプの方が少しお安いこともあってですね、こちらの方が大変人気になっております。やはり私が使ってるこっちの方が人気があるようですね。おすすめのダンスグッズ、次はハサミです。ハサミはですね、本当に使うんですよ。テープ類を切ったりとか、あとチューブ類を固定する時とかもしっかりちゃんと貼れるようにとか、細かく切れ目を入れたりとか、あと退院の時に患者さんのこのリストバンドを切る時なども使ったりします。で、場所もですね、処置室で使ったりとか、ナースステーションのそのテープ類が置いてある場所だったり、あと患者さんのベッドサイドであったり、本当にいろんな場所で使うのでなくしやすいんですよなので私は必ずこのストラップ付きのハサミで、このストラップをこのようにポケットにつけて、使う時もこのままつけたままビヨーンってこのまま切ったりしますね。普通のハサミだとベタベタしちゃうんですけど、なんかこれベタベタしないようになってるんですよね。はい、フッ素加工をですね、刃先に施してありまして、テープを切ってもベタベタしにくくなっております。そんな秘密がそうなんです。やっぱりはい、看護師使うの
テープ類多いですもんね。そうですね。あとですね、ここにもポイントがあるんですよね。そうですね。刃先のガードでやはり先ほどのリストバンドを切る時なんかも患者さんの肌にですね直接触れることがありますので安全になっております。皆さんぜひ使ってみてください。あとですね、私前回もアンファミエさんとコラボさせていただいたんですけど、その時に視聴者さんからなんかアップルハサミを買ったよってご報告いただいて、私アップルハサミ知らなかったんですけど、あるんですか？そうですね、はい、こちらがですねこのアップルハサミでして、何がアップルかと言いますと、こうしてですね胸ポケットに収めた際にこのシルエットがアップルリンゴになるというあ、ここがアップルなんですね。そうなんですよ。これ何が違うんですか？そうですね、アップルのところがですねクリップになっておりますので、しっかりと固定をしてなるほどかがんだ時なるほどとかに落ちにくいっていうのと、あとやっぱりこのアップルの形が可愛くて患者さんとのコミュニケーションの、はい、きっかけにもなるかなと思います。私の知らない製品がこんなところに次はハンコ。ハンコってあれナースグッズだっけって思った方もいるかと思うんですけど、ナースもうすっごくハンコ使います。何に使うかというとサインですね。例えば患者さんの入院とか退院の書類だったりとか、あとお薬のダブルチェックだったり、あと手術とか検査に行く時に患者さんにチェックしなきゃいけないものがたくさんあったりすると、そこでちゃんと確認しましたよっていうことでハンコをしたりするんですね。私が今使っているのはこのキキララのハンコがお気に入りです。でこのハンコ何がいいかというと、蓋がないんですよ。もうこのままポコンって押せちゃうんです。私100均で最初ハンコ買っちゃったんですけど、ポケットでですね蓋が取れるという事件が起きちゃって、ポケットがもうインクだらけになったりして、もう蓋は絶対ない方が便利だなっていうのはあります。あとロック機能があるんですよね。はい、やはり蓋がなくてもですね激しく動いているとポケットの中で勝手に押されたりすることがありますので、このロック機能で勝手に押されることを防止できるというところもかなりご評価いただいているところですね。本当にロックがないとすぐポケットガサゴソしちゃうからカチョンってなっちゃうのでカチョンってなりますね。あとですね、ここにもちっちゃい印鑑、ここにもついてるんですよね。はい、訂正印とのツインのタイプになってます。ちっちゃいハンコなんですけど訂正印もありますし、あとサインする時がすごいちっちゃい時もあるんですよ。薬の袋とかで大事な薬をダブルチェックする時にこれを使ったりします。あとこれの他にも種類ありますよね。そうですね、こちらも色合いもそうですし柄もたくさんの種類があります。こちらは白雪姫の柄になってます。アリエルもありますよ。あと少し高級感のあるデザインのもので、これは何が違うんですか？こちらはですね同じようにツインのタイプなんですけれども、開け方がですねちょっとかっこよくてこういう風に開いてすごい、はいおしゃれ。そうなんですよ。大人っぽい色合いが多くある商品ですので、こちらもですね気分に応じてですねいろんな印鑑色を選んでいただければと思います。ハンコ選びもすごく大事なんですよ。ナースグッズで実はもう絶対買っておいた方がいいっていうのが筆記用具です。もう本当に最初病棟で覚えることってたくさんあるんですよ。先輩に教えてもらったこととか、あと話を聞いててちょっとこれは勉強しておこうかなとか調べたい単語だったり、そういうのを全部すぐメモするので、いつでもメモできやすいようにポケットに入りやすいこの A6 のサイズがおすすめですね。ボールペンはジェットストリームがおすすめです。すごく書きやすいんですよ。患者さんに言われて確認しなきゃいけないなって思ってメモしたりとか、あと先生に言われたことであったりとか、やっぱりメモをすることがすごく多いんですね。そういう時にこのサラサラと書けるジェットストリームがおすすめです。
私はですね、実はシンプルなペンを使ってたんですけど、今日ここに来たらいっぱい種類があって、ナースグッズって可愛いとか、そうテンション上がることも結構大事ですよね。そうですね、やっぱりこう大変な仕事なので、少しこう自分を盛り上げる意味でも可愛いものを買われる方が多いですね。どういうナースグッズを買えばいいのかまだわからないという方は、入職して先輩がどういうのを使っているのかなって見るのもありですよ。とりあえずノートとペンは絶対使うので、こちらはぜひ準備しておいてくださいね。筆記用具だとこれぐらいですかね。そうですね、あと非常に人気ありますのがこういうスケールですね。これは前回のアテレマ10で詳しくはアテレマ10を見てください。GCS だったりですね、ふと忘れてしまいそうなものをですね、ちょっとポケットに忍ばせておいて、カンニングじゃないですけれども確認をするっていう意味と、あと定規がついているのと瞳孔系がついていますので、非常に役に立つものですので人気ですね。書いてあるのが GCS と裏側にですね JCS。 必ずどっちか使うので、あったら便利ですよね。そうですね。あとこちらですね、ストラップでいろんなアイテムをですね、こっちの紐のところにつけて、例えばハサミだったりですとか、電卓タイマーだったりとか、非常にたくさん買われていく方多い商品ですね。そうですね、これはもう便利なので、私はナースウォッチとハサミには必ずこれつけるようにしてますね。次はですね、ペンケースです。ポケットがですね、本当に大変なことになるんです。なんか今までご紹介いろいろグッズしたと思うんですけど、全部ポケットに入るわけなのでですね、そのまま入れると取りたい時に取り出せなくなっちゃったりとか、筆記用具とかハサミとかそういう文房具系の他にもアルメンだったりとかテープ類だったりとか、結構ポケットに入れるんですよ。それですぐに取り出せるように便利なのがこのペンケースです。実はですね、私のペンケースはあまりにもボロいので今日はですね、ちょっと新しいのを出していただいたんですが、このペンケース、ここにボールペンを入れたりするとこのまますぐにポケットに入るので、ペンとかが取り出しやすくなります。他にもウェアって結構洗濯に出すんですよ。1人4着ぐらい持ってたりするんですけど、その洗濯する時にこのペンケースにまとめておくと取り出しやすかったりするんです。もう私はですね、何回かインクで汚してしまって何代目かでもシンプルに行き着いたんですけど、結構種類ありますね。そうですね、いろいろなデザインを用意しておりまして、可愛い猫柄のものですとか、シンプルな無地のものですとか、大人っぽいドット柄な、ものとかで形が少し違います。こういうですね、金具なんかがついてますので、いろんな時計だったりですとか、ここにカラビナでこうつけられるようなタイプになっております。こちらのネイビーのものはですね、外側に小さなポケットがついてまして、印鑑を入れるようにですね作っている商品です。本当ですね、ハンコ入りますね。ハンコもですね、ポケットで行方不明になりやすいランキングが高かったりするので、これは便利ですね。こちらのドット柄のものはですね、この両端にですね金具がついてまして、別売りにはなるんですけれども、ショルダーベルトであったりですとかウエストベルトをここにつけることによって斜め掛けで使ったりですとか、ウエストポーチみたいな形で使っていただけるということで、この両側に金具がついている商品です。ウエストポーチとかにするのは結構病院によったりしますよね。そうですね、柄もいろいろありますし、形も本当に細かくですねいくつかご用意しておりますので、お勤めの病院でですね許される範囲内でお気に入りを選んでいただければと思います。隅っこ暮らしとかもありましたよ。いろいろキャラクターものもあるんですね。そうですね、キティちゃんですとかぐでたまですねこういった柄もあります。これはもしや白血球さんがいます。これ働く細胞ですよね。そうですね、今密かにこうブームの働く細胞で最近出た商品なんですけれども、白血球さんですとかこちらの赤血球さん、こういった柄もご用意しております。実は私今日ですね、この商品企画をしている担当とですね会議をしていたんですけれども、次の新商品の柄を何にしようっていうのを非常にこう楽しみながらも悩んで
いろいろ考えておりますので、アンファミエから次どんな柄が発売されるのかっていうところもですね、ぜひ楽しみにしていただければと思います。もうこんなにあるのにまた新しい商品がいろいろと試行錯誤しております。すごく楽しみですね。私もチェックしておこうと思います。次はですね、電卓付きのタイマーです。私が使っているのはこのバイブ付きでですね、電卓はですね、最初のうち適化計算とか計算間違っては大変なので計算機を使ったりとか、あとタイマーは普段バタバタバタって忙しくなっちゃう時が多いので、もう絶対に忘れないぞっていう時間があればもうタイマーつけてポケットに入れて、それで気づくようにしたりしてますね。種類たくさんあるんですね。キララとかマイメロとか、こんなに可愛いのもあるんですね。そうなんです。やっぱり可愛いグッズはテンション上がりますね。ナース必須アイテムはですね、ペンライト。ペンライトはですね、瞳孔を見たりとか、あと口の中とかを見たり結構使えますよ。夜勤の時はちょこちょこ明かりはあるんですけど、患者さんの確認しなきゃいけないところだったりとか、点滴とか大事なところはもう全部ライトで照らして見たりします。これはですね、ここにクリップのようなのがあるので、普段はこうやってつけたりとか、あとペンケースに入れたりして使ってます。私が普段使っているのは瞳孔計もついてるんですよね。そうですね。瞳孔計はよく使います。瞳孔の左右差があったりとか、あと瞳孔の大きさとか、やっぱここにあるとパッと調べることができるのですごく便利です。他にもあるようですね。そうですね。口の中を見るときに色酸が使われているタイプのものはライトが黄色い色なんですけれども、口の中は白いライトの方が見やすいということで、白色の LED ライトのですね、ペンライトも出ております。色全然違いますね。そうなんですよ。あとですね、ポケットに挿しておいたはいいものの、勝手にですねポチッと押されちゃってあります。気づいたら使いたい時に電池が切れてるっていうことがあります。はい、そういうお声もたくさんいただくことがありましたので、このですね、ボタン式じゃなくて回転させてつけるタイプのものが最近人気ですね。そういうダンスならではの特徴があったりとか、やっぱ瞳孔系があったりとか、やっぱりナースグッズのペンライトは違いますよね。はい、ナースのために考えられたペンライトになってますよ。皆さんいかがでしたか？実際私が使っているナースグッズなどもご紹介しました。もう今日本当いろんなグッズを見れて楽しかったです。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。皆さんですね、前回の動画のコメントなどでたくさん遊びに行ったよってご報告いただいたこと本当に嬉しくって、で全国にあるようなので、またぜひ遊びに行ったよっていう報告などもコメント欄でお待ちしておりますよ。あとですね、この動画を見ている看護師さんでこういうグッズも使うよっていうのがあったら、ぜひコメント欄で教えてください。やっぱりナースグッズ直で見るとテンション上がりますね。そうですね、はい。他にもですね、ナースグッズ以外にもナースウェアやナースシューズもですね、お店にはご用意しておりますし、通販の方にもたくさん商品ご用意しておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。本当にナースのためのものがいっぱい揃ってるんですよね。ぜひぜひ皆さん遊びに来てくださいね。それでは今日の動画は以上となります。この動画が楽しかったよという方はぜひグッドボタンお願いします。またこれからどんどん動画も更新していくので、チャンネル登録とあと通知もオンにしていただけると嬉しいです。私はですね、 SNS、Twitter、インスタ、TikTok やっているので、そちらも概要欄にリンクがあるのでぜひフォローしてくださいね。アンファミエさんもやってますよね。はい、SNS はインスタグラム、Twitter、Facebook やっておりますので、ぜひフォローしてみてください。そちらもリンク概要欄に貼ってありますので、ぜひ見てくださいね。それではですね、皆さんまたリクエストがあったらアンファミエさんとコラボできるかもしれないので、ぜひリクエストお待ちしております。お待ちしてます。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。